こんにちは。アクアショップわさび水草チャンネルをご覧いただきありがとうございます。今回は苔対策の基本5、黒ひげ苔を消す方法について解説したいと思います。水草水槽をお持ちの方なら皆さんね、一度は経験しているとは思うんですけども、厄介な黒ひげ苔ですよね。流木とかね、石とかね、たまに水草につくこともあるんですけども、黒くてなんかふさふさしたやつですよね。たまにグレーとかね、そういったちょっと変わった色をしたひげ苔の場合もあるんですけども、なんせ厄介で、除去するのは非常に難しいんですよね。というのが、他の柔らかいね、普通の苔であれば、ヤマトノバエビとかね、トシンクルスとかね、あの辺りがね、好んで食べてくれるので、さほど問題にはならないんですけども、黒ひげ苔の場合はですね、誰も取ってくれないんですよね、生き物がね。サヤミズフライングフォックスとかもね、ちょっとはね、食べてくれるんですけど、それでもね、もう蔓延してしまった黒ひげ苔をね、もう一気にきれいにしてくれるっていうことも、ないので、やっぱり難しいですよね、対処が。で、今回の動画はですね、そこで、なぜね、黒ひげ苔が、発生してしまうのかっていう原因について、そしてその出てしまった場合どういう対策をして、黒ひげ苔を消したらいいのかっていうね、この2点について解説をしたいと思います。で、今回の動画なんですけども、当店もですね、過去にいろんな苔っていうのは経験してますし、でね、やっぱりどういった水槽環境の時に黒ひげ苔が出やすいとか、どうすれば減らすことができるか、消すことができるかっていうのは、把握してますので、今回はですね、その点で黒ひげ苔で困っている方にとっては、信頼性の高い情報だと思いますので、最後まで見ていただければと思います。では実際にこちらが、黒ひげ苔の実物になります。流木にちょっとついてるんですけど、ちょっと見にくいんですけどもね、ちょっと点々々とね、こうふさふさとしたね、苔が見えると思うんですけども、これがね、黒ひげですよね。水草の場合ですね、健全に成長していればね、あんまりつくものでもないんですけども、こういったね、レイアウト素材ですよね。流木とか石とかね、栄養バランスが狂った時とかね、トリミングで水草の量がごっそり減った時とかにはね、こう発生してしまうので、この後のね、対策を、見ていただければと思います。次にですね、ではなぜ黒ひげ苔が水槽の中で発生してしまうのかっていったことについて解説したいと思います。この黒ひげ苔が出る原因として大きく3つあります。で、1つ目はまずは水の汚れですね。もちろんですね、これ黒ひげ苔に限ったことではないんですけども、やっぱり水が汚れてくると、苔が出やすい環境になってきますよね。特に黒ひげ苔の原因となる成分っていうのがリン酸って言われてはいるんですけども、これがですね、やっぱり窒素過剰であったり、リン過剰、こういったアンバランスなね、水質になってくると、どうしても苔が蔓延しやすくなってしまうので、水の汚れっていったところはまず1つ目の原因として考えられます。で、次に2つ目。これは、水流ですね。強い水流がですね、直接石とか流木とか水草に常に当たり続けていると、その箇所からですね、黒ひげ苔が発生するっていう傾向が、非常に多いですよね。なので、皆さんね、外部式フィルターでね、循環されていると思うんですけども、やっぱりそのね、強い水流が直接当たっているっていうのが、原因として考えられます。これはね、見ていただければわかると思うんですけども、で、次に3つ目。これは、水草の、量が少ない、あるいは成長が、鈍い、成長が悪いっていったところですね。やっぱ水草のコンディションによって、黒ひげ苔っていうのは全然この発生の具合が変わってくるんですよね。特に水草の成長が良くてどんどんねこう育っているような水槽ってね、黒ひげ苔が全然出ないんですよね。これが不思議というか、皆さんね、なんとなくあんまり気にするとこじゃないんですけども、なんかね、元気な水槽っていうのはね、黒ひげ苔出ないんですよね。なので黒ひげ苔が出やすい水槽ってなると、やっぱり水草の調子がなんか悪いとか、やっぱりその量が少なすぎるとかね、そういったところが原因として考えられます。この3つがですね、やっぱり黒ひげ苔としては、発生しやすい環境であって原因であるかなとは思います。では次に、発生した場合、どう対策すればいいのかっていうところについて解説したいと思います。
でやっぱりね物理的に取るっていうことを解説に今回ならないんですけども、というのが結局ですねいろいろねありますよね。木作液塗って葉っぱの、黒ひでゴケを一旦組織を殺して赤くなったらエビが食べてくれるとかね、そういったことについてはわさび水草チャンネルでは今回紹介はしません。というのがですねなぜかというと、それでやったとしても環境自体が変わってなければまた発生するんですよね。それ毎回やってられないですよね。普通に考えると。ね、いたちごっこになるだけなので。であれば、もう環境改善をしてしまえば、黒ひげゴケを、消滅に追い込めるのではないかっていうところが、やっぱり重要ですよね。なので、根本的な対策の方について今回は解説したいなと思います。で、先ほどね、ありました3つの原因ですよね。要は、この原因さえ潰していけば、黒ひげゴケが繁茂するような環境にならないということなので、まずね、そこをね、1個ずつ解説していきたいと思います。まず、水の汚れについてですよね。これはですね、換水がもうポイントになるんですけども、これ当たり前なんですよね。水汚れたら水を交換すると、リン酸値であったり、窒素の、数値っていったところは下げられるので、換水が効果的です。で、一つ換水のところでポイントなんですけども、ただ闇雲に水を捨てて変えるだけではなくてですね、ちょっと下に沈んでるね、ヘドロとかね、堆積物ですよね、そこも一緒に吸い取るっていうのがポイントですね。リン酸とかはね、リン酸もその汚れっていったところは、やっぱりね、蓄積されるんですよね。その低床とかの表面とかですよね。ここをですね、水替えの時にですね、一緒に吸い出して水とその汚泥をですね一緒に出す、これがポイントですよね。こういったね形でやってもらう。であとですね、やっぱり魚の数が多すぎる、餌の量が多い、こういった方もですね、非常に水を汚しやすい環境になるので、やっぱりその魚が入れすぎかどうか、餌がやりすぎかどうかっていうところも要チェックではありますね。これ結構ね、餌とかね、餌の中にリン酸ですよね、結構多く含まれているので、やっぱり餌が多い水槽っていうのは非常にコケが蔓延しやすくて、特に黒ひげゴケですねが出る可能性があります。で、次に、フィルターの露剤ですね。ここも結構重要なんですよね。水の汚れっていうと露材ですね、ろ過の中ですよね。ろ過の中が、機能してなければ水をきれいにする能力っていうのも下がってきて、やっぱりですね苦しいんですよね、水替えだけで維持するっていうのは。なので、ろ過槽の中のチェックっていうところが重要です。ろ過槽もね、洗いすぎも良くないんですけども、放置しすぎっていうのも良くなくて、何もなくてね、すごい絶好調な水槽であれば、ろ過槽の手入れっていうのはさほどしなくていいんですけども、やっぱ黒ひげが出てしまうとなると、一度ね、ろ過槽の中を開けていただいて、露材の掃除ですね。で、プラス、露材が古すぎる場合、これはもう交換するべきですね。で、露材が古くなるとなんでダメかと言いますと、露材ってね、結構ね、見てもらうと分かりやすいんですけど、ザラザラしてて、中空洞があって、割と多孔質なんですよね。そこがね、目詰まりを起こしちゃうんですよね。なので、そうなると、やっぱり露材交換していただいて、通水性のいい露材にね、戻してもらって、ろ過能力を上げていく。この辺りは結構重要ですね。皆さんね、結構ね、ろ過槽はそんなにね、気にされない方多いんですけども、露材の寿命とかもね、この辺りも一度チェックする必要がありますね。これが対策の一つ目ですね。これでだいぶね、水質っていうのは変わるんで、ここでね、黒ひげゴケが徐々に弱まっていくんで、一度チェックしていただければと思います。で、2番目の先ほど解説した水流ですね。これも結構ですね、見逃しがちではあるんですけども、特にですね、シャワーパイプ使ってる方ですよね。棒状になってて、穴が開いてて、水がいろんな穴から出るっていうね。シャワーパイプの場合、特にですね、水流が割と強く出るので、当たる面積も多いんですよね。流木とか水草がこの水流を受ける面積っていうのが増えてしまうので、こういった場合はですね、当店の場合ですけども、ADA のリリーパイプを使ってます。ADA のリリーパイプですと、ちょうどいいね、水流を起こしてくれるので、そんなにね、激しい水流にならないので、黒ひげゴケが出やすいような、
ことにならないので、そこもね、シャワーパイプの方は一度リリーパイプに交換されるっていうのもいいかもしれないですね。あとはですね、シャワーパイプの穴をね、こう開けて、穴の数をドリルとかで開けて、大きくするっていうのもいいかもしれないですね。そういったね、ちょっと水流のところっていうのも一度チェックしていただければと思います。で、3つ目。水草の状態ですね。やっぱりここも本当に重要な点で、水草が弱れば弱るほど、やっぱり苔がね、どんどん逆に元気になるんですよね。これ、シーソーの関係ですよね。水草がね、元気な水槽、こっちは水草が元気だと、苔がね、元気なくすんですよね。これが水草が元気なくなってくると、次に苔が元気になってくるんですよね。そういったね、関係性があるので、いかに水草の状態を良くするかっていうのがとてもポイントです。で、量が少ないと、やっぱりですね、処理できるね、汚れの量も少ないので、水草は必ずたくさん植えてもらうっていうこと。で、状態が悪ければ、液肥の見直しとか、あとはソイルの更新ですよね。このあたりですね、別の動画で触れてますので、一度ですね、液肥のところの動画と、あとね、最近アップした有機 S を復活、元気のなくなってきた有機 S を復活させる方法っていう動画がありますので、このあたり一度見ていただくと分かりやすいんですけども、やっぱりですね、ソイルの更新っていうのもやっぱある程度重要で、古いソイルをね、ずーっと使い続けると、やっぱり黒ひげ苔がね、好む環境にどんどん近づいてくるんですよね。なので、そういった場合ですね、先ほど説明した動画にあるんですけども、やっぱりね、ソイルを、追い出してもらって、一部新品にするとか、大掛かりにですね、ソイルをもう、大半入れ替えちゃうとかね、そういったところの対策していただくと、一気にね、黒ひげが消えるっていうこともあるので、このあたりはですね、とても重要ですね。この3つ、この対策をしていただければ、大方大丈夫かなと思います。一瞬でね、明日、明後日に一瞬で消えるってことはないんですけども、どんどん黒ひげ苔がね、調子を崩して、あれっていうね、知らん間に消えてたみたいなね、そんな状態になりますので、一度ね、この3つの対策っていうのをしていただければと思います。はい、いかがでしたでしょうか。今回はですね、このね、皆さんお悩みの方が多いんですけども、黒ひげ苔の、原因と対策っていったところを紹介したんですけども、やっぱりそうですね、こういったね、黒ひげっていうのも、やっぱり初動が結構重要で、やっぱり蔓延した後に対策をするよりも、ちょっとちらほら出始めたなと思った時に、この動画を見ていただいて、その対策していただくっていうのが一番いいかなと思います。苔はとにかく早め早めに動くってことですね。そう考えると日々の観察っていうのがとても重要だと思います。やっぱりですね、皆さんね、お忙しいと思うんですけども、やっぱり1日1回ですね、ほんの2、3分、5分、5分は見ていただきたいかな。5分ぐらい、しっかりとですね、ご自身の水槽を観察していただいて、何かね、変化とか、苔が出てないかどうかとかね、魚の死骸がね、落ちたね、転がったままになってないかとかね、そういったところもね、しっかりチェックいただくことから始めるっていうのも、大切かなと思いますので、ぜひね、この動画参考にして、黒ひげをやっつけてもらえればと思います。ではですね、最後なんですけども、いつも繰り返しになりますけど、動画の下のコメント欄、こちらについては、お一人ずつですね、回答をお出しするっていうことがちょっとできかねますので、重複する内容につきましては、今後ですね、YouTube 動画を通しまして、こちらから回答を出させていただくという形で、お願いしたいと思います。で、今回ですね、またこの、動画、もし気に入っていただけたってことがありましたら、わさび水草チャンネル、登録いただければ嬉しく思います。あとですね、またいいねマークの方も、押していただければ、すごく嬉しいです。はい。ではこれで今回の動画終わりたいと思います。ありがとうございました。